おはようございます。ケンです。今日はテスラの家庭用蓄電池パワーウォール3についてお話をしていきたいと思います。今回のテーマはパワーウォール3は本当に家庭に必要なのか、そしてなぜテスラはパワーウォール3でリン酸鉄リチウム、いわゆる LFP バッテリーを採用したのか、これから導入を検討している個人の方に向けて分かりやすく整理をしていきたいと思います。最初に結論から言いますと、パワーウォール3は単なる蓄電池ではありません。電気代を少し安くするためだけの製品でもありません。太陽光で作った電気を貯めて夜に使う。停電時には家庭のバックアップ電源として使う。そして家庭の電気を買うだけから作って貯めて使う形に変えていく。ここがパワーウォール3の本当の価値となってきます。では、まずはパワーウォール3で何ができるのか、こちらから見ていきましょう。一番わかりやすいのは太陽光との組み合わせです。昼間に太陽光で発電しても、家族が仕事や学校で家にいないと、その電気を使い切れないことがあります。余った電気は売電されます。でも最近は売電価格が昔より下がっている家庭も多いですよね。そうなってくると安く売るっていうよりは自分の家で貯めて夜に使う方が合理的になるケースっていうのがあるんです。パワーウォール3があれば昼間の余った電気を蓄えて夕方から夜に使います。つまり太陽光を売る設備というところから自分の家で使い切る設備に変えてくれるわけです。そしてもう一つ大きいのが停電対策です。日本は台風、地震、大雨、猛暑など自然災害が多い国です。停電が起きたとき、冷蔵庫が止まる。スマホが充電できない。Wi-Fi が使えない。照明も使えない。これだけでもかなり不安ですよね。特に小さなお子さんがいる家庭だったり、高齢の家族がいる家庭、在宅ワークが多いご家庭では、停電時の電気っていうのはかなり重要です。もちろんパワーウォールがあれば、家中の電気を無制限に使えるわけではありません。でも、事前に必要な回路を設計しておけば、冷蔵庫、照明、スマホ、通信機器など生活に必要な電気を支えられる可能性っていうのがあります。これは単なる節電とは違う安心感としての価値です。では、パワーウォール3の大きな変化は何なのか、ここを見ていきたいと思いますけれども、一番大きなポイント、それが LFP バッテリーの採用です。LFP っていうのはリン酸鉄リチウムバッテリーのことです。これまで多くの EV では NMC や NCA と呼ばれる三元系バッテリーが使われてきました。三元系はエネルギー密度が高いのが特徴です。同じ重さ、同じサイズでより多くの電気を蓄えやすい。だから EV の航続距離を伸ばしたい時には有利です。一方で LFP は少し考え方が違います。LFP は熱に強く劣化しにくく長く使いやすいバッテリーです。例えるなら三元系は短距離ランナー、LFP はマラソンランナーです。簡単に言いますとテスラにおいては RWD のモデル、これは LFP が使われていますね。ロングレンジだったりすると三元系になってきたりします。そして今回パワーウォール3では LFP、つまり RWD と同じバッテリーを使うようになったということになります。ではここが大事になってくるんですけれども、パワーウォールっていうのは EV のようには柱ないですよね。一度家に設置したら、そこで毎日静かに働き続ける設備です。だから家庭用蓄電池にとって大事なのは軽さよりも安全性なんです。瞬発力よりも寿命なんです。派手な性能よりも毎日安定して動くことなんです。この意味でパワーウォール3が LFP を採用したっていうのはかなり合理的な選択だと思います。家の近くに置く設備だからこそ熱に強く安定しやすいバッテリーであることは
大きな安心材料になります。また、パワーウォールのような蓄電池は昼間に充電して夜に放電するというサイクルを毎日繰り返します。1年で約365回です。10年なら約3650回です。長く使う設備だからこそ寿命の長さっていうのが重要です。初期費用だけを見ると高く感じるかもしれませんが、10年、15年という長い目線で見ると安心して使えること自体が大きな価値になります。では、パワーウォール3はどんな家庭に向いているのでしょうか？まず、すでに太陽光発電を設置しているご家庭です。特に昼間に発電した電気を使い切れず、売電している家庭、売電単価が下がっていて、自家消費を増やしたい家庭、こういう家庭では、パワーウォール3の価値は出やすいと思います。次に、これから太陽光と蓄電池をセットで検討している家庭です。新築やリフォームのタイミングで家庭のエネルギー設備をまとめて考えるならば有力な選択肢になります。そして停電対策を重視する家庭です。災害時に冷蔵庫、照明、スマホ、Wi-Fi などを守りたい。こういう家庭にとってパワーウォールっていうのはかなり現実的な備えになります。一方で、すべての家庭に絶対必要かというと、そこは冷静に見る必要があります。太陽光がない家庭、電気使用量が少ない家庭、停電対策の優先度がそこまで高くない家庭、初期費用の回収だけを最優先に考えている家庭、こういう場合は慎重にシミュレーションした方がいいです。パワーウォール3は誰でも今すぐ入れるべき製品ではありません。ただし、条件が合う家庭にとっては、電気代、防災、安心感、そして家庭のエネルギー管理を大きく変える可能性っていうのがあります。導入前には太陽光の発電量、毎月の電気の使用量、売電価格、停電時に守りたい家電、設置スペース、補助金の有無、このあたりを確認するっていうことが大切になってきます。そしてテスラの視点で見ると、パワーウォール3はかなり面白い製品です。テスラというとどうしても EV、FSD、ロボタクシー、オプティマスに注目が集まります。でもパワーウォール3を見るとテスラが家庭の電気の使い方まで変えようとしているっていうことがわかります。EV を売る、太陽光で電気を作る、パワーウォールで電気を貯める、ソフトウェアで電気の使い方を最適化する。将来的には家庭と電力網がもっとつながっていく可能性っていうのもあります。つまりパワーウォールっていうのはただの蓄電池ではなく、テスラのエネルギー戦略の家庭向けの入り口なんです。ここは投資家目線でも非常に重要だと思います。はい、ということで今日の内容ね、まとめてみたいと思いますけれども、パワーウォール3っていうのは単なる電気代の対策の製品ではありません。太陽光で作った電気を貯めて夜に使う、停電時に家庭を守る、電気代の上昇リスクに備える、そして家庭の電気を自分たちで管理する、こういう価値を持った製品です。特に今回 LFP バッテリーを採用したということで、安全性、寿命、長期的な使いやすさを重視した設計になっています。パワーウォール3は全ての家庭に必要なものではありません。でも、太陽光を活かしたい家庭、停電に備えたい家庭、これからの電気代に不安がある家庭にとっては、かなり検討する価値のある製品じゃないかなと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。もし最近電気代が高くなってきたな、災害時の停電が心配だなと思われている方がいたら、ぜひ N 型の太陽光パネルを検討されてみてください。この N 型の太陽光パネルは従来のパネルよりも発電効率が高く、同じ面積でもより多くの電力を発電することができます。だから少ないスペースでもしっかり発電できて、結果的に電気代の節約につながっています。さらに N 型は一般的なパネルと比べて劣化が少ないのが特徴です。だから長期間にわたって安定した発電量をキープすることができます。結果として将来的な電気代の節約効果も長続きします。しかもこの N 型パネルは曇りの日や朝夕でも発電効率が落ちにくい設計になっています。天気が悪くても
安心してエネルギーを確保できるんです。これっていうのは EV の充電にも最適ですよね。僕自身の家庭にも導入し、非常に満足しています。そしてこれにプラスして今日お話ししたパワーウォールといった蓄電池があるとなおいいと思います。我が家ではパワーウォール2ではありますけれども、パワーウォール2と太陽光をつなげて EV の充電だったり家庭の電気という風な感じで使っています。もしね、家の電気代をもっと安くしたいとか、災害時の停電対策を考えたいっていう方がいらっしゃったら、僕の方からあなたの地域でパワーウォールの取り扱い、N 型太陽光の取り扱いをしている代理店さんを紹介いたします。ご希望の方はまず概要欄にお問い合わせフォームを置いていますので、そこから問い合わせの方をされてみてください。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。